皆さん、森のニーナです。皆さん、毛穴ケア満足してますか？今日は毛穴撲滅をテーマに、私が本気でやってよかったと思った毛穴ケア方法を紹介していきます。毛穴って頑固なんです。ただ正直敵は根気、それだけ。攻略しちゃえば毛穴なし子ちゃん絶対目指せます。もともと毛穴なかったのって聞いてもらえるようになるぐらいな今なんですけど、20歳前後まで毛穴悩んでたんですよ。年月をかけて悩まなくなるところまでたどり着いたので、完全保存版です。この1本で解決すると思う毛穴悩み、今日で終止符打ちましょう。それでは最後まで見ていってください。スタート。この動画で知れること、習慣、インナーケア、スキンケア、美容医療。1年後この動画に帰ってきて私にありがとうって皆さんが言ってるところまで想像できてる。まず最初の習慣編、1つ目は朝も顔を洗う。正直これが一番最初の項目だと飛ばされちゃうリスクを冒してまで1に持ってきました。これ一番大事、信じてほしい。体験が物語ってる。やってる時は良かったし、やらなくなったら元通りみたいなもう状態が顕著に自分の目で見たものなので、毛穴ケア第一歩、まずそもそもこれができてから次のステップに進みましょうって私は思います。原理としては、寝ている間にも皮脂は出るし、その出た皮脂は酸化してる。それを放置する、皮脂が酸化する毛穴や黒ずみ、炎症の原因になる。20歳前後くらいの時に気づいたんですよ。実際にアラサー前後少し落ち込むことがあって 1,2 ヶ月ぐらいサボったんです。マジで一発で頑張ってたの水の泡になったなって。しかも元に戻るまで半年ぐらいで、悪化してるのを経験してなかったら朝洗顔がいかに重要だったかってことを知れていない。なので朝洗顔料は一番簡単、お金もかからない、だけど効果はしっかりある。なので毛穴改善したいなら省く選択肢はなしです。私が使って効果があったなって感じた洗顔料はアクセーヌマナラの美容液洗顔料。サボった期間がもしね長くなっちゃって毛穴が増えてしまってる場合はクレンジングね、定期的に使ってみてください。私は毛穴改善っていうとクリニートゼロのクレンジングバームを使ってます。毛穴のためってなると思い出実績が私の中であまりにもクリニートゼロは多いんですよ。実感効果半年は最低限信じてやってみてください。ただすでに色素沈着になってしまってる毛穴には効果低め。それは美容医療でお話します。この項目はシンプルに毛穴に悩んでる人、もう全員の人、毛穴ケアいろいろあるけど何から始めていいかわからないという方にとってもおすすめな項目でした。今ではね、これを怠ると毛穴が増えるっていう分かってるから怖くて省けない。2つ目、体に悪い食べ物を避ける。知ってます？マジで毛穴増えます。もう私の肌質って毛穴があるかないかの境目にいるので、何か変えた時、生活で習慣や食べ物分かるんです。これやったからだってすっごい体感したのが、お菓子とかね、そういうの食べると毛穴が一番分かりやすく悪化する、増える、悪い皮脂出るんですよね。特に気をつけなきゃいけないのがポテチとか砂糖が多いお菓子、バターもそう。糖質の取りすぎで毛穴ができにくくしてくれるビタミン B 群っていう成分を働きを妨げるんです。あとは脂っこいもの、加工食品など、これらはね、もう皮脂酸化しやすくなってビタミン C が消耗されやすくなります。後でねお話しするんですけど、全ては皮脂分泌にかかってるんです。毛穴できるできないは。なので皮脂の分泌のコントロールを手助けしてくれるような成分たちを阻害するような食べ物っていうのを避けた方がいいです。アルコールの飲みすぎも肝臓がビタミンを処理するので疲れてしまってビタミン類がね肌まで届きにくくなります。絶対 NG じゃなくても、ちょっと分かっておけば食べ過ぎないようにとか、控えるとかってことがしやすくなるかなって、できる範囲でちょっと気をつけてみてください。おまけで、ちょっとざっくり話すと、睡眠不足も毛穴増えます。これも私の体験のもとに話してます。過度な飲酒、これも私の体験。私結構昔すごい飲む人で、寝不足も重なってのことなんですけど、翌日毛穴増えてるっていうの
のに気づいた時にはびっくりしました。やめようって思いました。本当に翌日気持ち悪いってなって鏡見たら増えてて、私毎日鼻見てるんでもうそのぐらい敏感なんです、鼻の毛穴に。あとはこれ30代以降で気づいたんですけど、ファンデの塗りすぎ、頻繁に塗るとかね。20代の頃は絶対ノーファンデ派みたいな感じだったんですけど、30代になってくるとファンデーション塗らなきゃいけない日もある。ちょっと調子に乗って毎回出かけるたびに塗っていたら毛穴が増えてたんですよ。しかもザラつきも出てた、ポコポコみたいな。これらは全部毛穴へのバッドハビット。あと鏡を見ない、変化に気づかないから。変化に気づかないと気づいた頃には手遅れで、処置するのが大変お金がかかるとか時間をかけなきゃいけないとか、浅く軽いケアで済むために肌チェックって結構大事。続いてインナーケア編。ビタミンで皮脂バランスを整える。毛穴は皮脂バランスが全てです。皮脂のバランスをなるべくベストな状態に整えてくれる成分っていうのがあるんです。それがビタミン A、C、E、これらを意識して摂る。皮脂と毛穴に深く関わる栄養素なんですよ。ターンオーバーを整える、皮脂分泌を調整する、これらをやってくれる成分なので、毛穴の有無に深く関わる栄養素たちです。始めたきっかけをお話しする前に、これら3つ全部取り入れるのが難しいのであれば C だけでもね飲んでほしいかな。食事でも意識してほしいなと思います。私乾燥肌なのに鼻だけはめっちゃ悪い皮脂が出るんですよ。なんで C を飲んでほしいかって、20代の頃私絶対にビタミン C をめっちゃ飲む人生やっていこうってめっちゃ飲んでたんですよ。そしたら人生で一番肌が綺麗になって、もうコーンも変わるってくらい人から肌を褒められるのが当たり前な人生にそこからなったんですね。今でも頑張ってる方だけど、20代の頃の私の肌マジで無敵でした。ただ私の場合マジで徹底して 4,5 時間おきに1日3回しっかり飲んでました。もう飲み忘れない。それも良かったかも。ここでちょっと C の話は終わりで C ばっかりだったので、食事で言うとビタミン A は人参、卵、かぼちゃなどの緑黄色野菜。ビタミン B 群は納豆、レバー、鮭。ビタミン C はブロッコリー、イチゴ、パプリカ、キウイ。キウイは黄色いやつの方が倍ビタミンがあります。インナーケアはこれもいきなり劇的に変わるってわけじゃないんですけど、肌のザラつきのなさ、安定感っていうのは感じやすくなるのと、生理前でもニキビができにくくなったり、毛穴の詰まりがマシになったり、そういえばなんか最近毛穴減ったかもなぐらいの感じになっていきます。だからインナーケアのおかげとも気づかないかも。本当にちょっとずつなので、毛穴詰まりが気になる方、インナーケア以外のことをやっても改善しないなという方におすすめです。ちなみにイソトレチノインっていうのがあるんですけど、皮脂をもっと強力に抑えたい方はそれも選択肢としてありです。これはビタミン A 誘導体で皮脂腺そのものに作用して皮脂分泌を抑制するニキビ治療に使われる薬で、毛穴の黒ずみとかにもおまけで効果があるみたいな、そういう薬なんですよ。私はちょっと乾燥肌すぎて使ってないんですけど、顔全体にテカリとか背中ニキビとか、そのニキビができやすい方は相談して検討するのもありだと思います。続いてスキンケア編。スキンケアは直接ビタミンを気になる箇所に塗る。ここまで習慣やインナーケアをお話ししたんですけど、外側からのターンオーバーのサポート、そして皮脂分泌を調整するのが大事。そこにレチノールとビタミン C。 レチノールはたるみ、毛穴に効果的。皮脂による毛穴トラブルにはビタミン C。 毛穴の詰まり、開き、ざらつきなどね、多方面にアプローチできます。毛穴は根本の悪循環断ち切るっていうのが大事なので、ここまでの習慣、食事、スキンケア、これらを掛け合わせるのが最終いいです。きっかけはエイジングケアに一番有効な成分レチノールと思って最初始めてたんですけど、やっぱターンオーバーが整うので毛穴ができにくい、ざらつきにくい。1段階目がそこなんですよ。毛穴ができる1段階目はざらついてきたりとか、そこがターニングポイント。毛穴できるかもしれない、そろそろ
ケアしなきゃみたいな感じで考えてるんですけど、レチノール使ってるとそれが起きにくい。あとは小じわを治してくれるみたいなね、唯一の成分はレチノールって言われてるぐらいエイジングケアがすごいんですよ、効果として。張りもね出やすくなるので、結果的に開いてる毛穴が目立ちにくくなる。だいたいこういう話聞くと、終わりが見えないと続けるモチベにならないよって思われるかもしれないんですけど、毛穴って本当に多方面からのアプローチが必要なので、スキンケアだけで毛穴がなくなるこのぐらいっていうのは難しい。今日の動画続けられそうなやつを選んで、まずは半年ぐらいは試してみてほしい。私はドクター G だったりキールズらへんを使ってるんですけど、価格が5、6千円ぐらい。初めてやる方は週に 2、3 回ぐらいスタートする、もしくは普段の乳液とかにちょろっと混ぜて徐々に量を増やす。そうすれば A 反応が起きにくくなります。 A 反応っていうのは赤みだったりかゆみだったり皮むけとかね。どうしてそんなことが起きちゃうかって、今までビタミン A そこまでの量いなかったのにいきなり取り込まれるから肌がびっくりして、その A 反応っていうのが出るんですよ。だから少量ずつがおすすめ。たるみ毛穴や角栓詰まりが気になる方はぜひ試してみてください。続いてどうだろう、私世代の人これが気になるかな。美容医療、全体的に毛穴を引き締めるとか角栓詰まりを起こしにくくするようなものや色素沈着を改善するような内容になってます。やっぱね、毛穴の開きたるみって習慣スキンケアインナーケアだけでは限界があるなって私は思ってて、そんな時頼れるのがちょっとお金はかかるけど美容医療。中でも私が実際にやってよかったもの、もしくはこういう肌タイプの人にはこういうのがあるよっていうのを紹介するんですけど、まず私がやってよかったものはジェネシス。私は銀座のラグランっていうところでやってるんですけど、そしてフォトフェイシャルとピーリング、私は湘南美容外科でやってます。あとはダーマペンとポテンザ、一個一個紹介しますね。ジェネシスはレーザーの温熱効果で神秘に働きをかけてコラーゲンを作ってくれたり血行を促進してくれるものです。効果としてはくすみ、赤み、たるみ毛穴など同時にケアします。痛みはないですね。なんかポカポカするだけ、むしろ気持ちいい。フォトフェイシャル、私は湘南美容外科のフォトトリプルっていうものをやっていて、一番最初にくすみとか全体的に改善してくれるもので、2段階目で神秘エラスチンとかを促進してくれて張り感を出してくれる。で最後にちょっと濃いシミとかにアプローチをかける。これがね結構私には即効性ありました。本当にその人の毛穴の種類によると思うんですけど、私の場合はドーナツ毛穴って言って色素沈着、これが一番頑固なんですよ。最終私はこのフォトフェイシャルが一番色素沈着系の毛穴には良かったし効いた。あとは一応張り感もアップさせてくれるので視覚的にも毛穴が小さくなったように見える。毛穴もくすみも赤みもなんとかしたいという方におすすめでした。時間はちょっとかかるかな、3、40分くらいだった気がします。これはちょっと私はやってないんですけど、ダーマペン、穴を開けて肌の自然治療力を引き出すっていうものなんですけど、やるかちょっと今迷ってて、なんかここに13歳ぐらいの時押し出した時があって、それが後になって残ってしまってるんですよ。後というか穴になって。そういう毛穴とかはありで、年齢が若い人の方がおすすめかも。年齢がいくと自然に本当にちゃんと治るのかっていう心配があって、傷つけた割には若い頃みたいなその自然に治す力みたいなのがやっぱ弱まっているわけじゃないですか。だから少しこういうちょっと肌を傷つける系の美容医療は自分の年齢との兼ね合いでちゃんと考えた方がいいと思います。美容医療だから大丈夫だろうみたいな感じじゃなくて、自分でも考えた方がいい。先生の話だけじゃなく。そしてポテンザはダーマペンに高周波を加えた進化系。これも毛穴の開き、たるみ、ニキビ跡などね根本ケアに向いています。この2つはね赤みとか皮むけとか軽いむくみとか生じたりします。値段で言うとジェネシス、私が言ってるところは2万3000円ぐらいなんですけど、1万5000円から2万5000円くらいの価格帯が相場です。私は月1ぐらい通ってます。去年ぐらいから通ってます。続けていくことによって効果が定着する。あとは、フォトフェイシャル1万円から2万5000円で、私がやってるフォトトリプル1万5000円から2万円ぐらいでした。相場で2万円から3万5000円、これも月1で、私は一緒に合わせてピーリングもやってますっていうか最近です。皆さん信じてください。私は今までほぼホームケアで頑張ってます。 YouTube を始めてからホームケアでいかに肌をキープできるか
自分を実験台にして美容の情報を発信してます。で別に美容医療が悪いってわけじゃなくて、ただ単純に私はそうだよって、結局美容医療でしょとか、どうせやってんでしょってコメントたまにいただくんですけど、やりますよたまに。その方が思ってるほどじゃない。年に数回です。本当にホームケアの限界が来たとか、ちょっと特別なことがあるから状態を良くしたいなとか、そういう感じ。来月ね、私36になるんですよ。そろそろ結構ホームケアも限界が来たなってすごい感じてるんですね。ここで私は毛穴ケアのためにジェネシス、ピーリング、フォトフェイシャル、この3つをねちょっと継続的にやっていこうかなとプランニング中です。ちょっとまた変わるかもしれないので断定はできないですけど、今はそんな感じでやっていこうと思ってます。悩み別でちょっとおまけでねお話しすると、詰まり毛穴、ニキビ、ざらつきとかはピーリングが有効的。くすみ、赤み、しぼんでる毛穴とかにはジェネシスもしくはフォトフェイシャル。総合的な肌底上げはフォトトリプル。深い毛穴、たるみ、デコボコ系の毛穴はボテンザ。全部やるっていうよりも自分の毛穴タイプに合わせてピンポイントにやるのが美容医療ではおすすめです。いかがだったでしょうか。今日は私の毛穴撲滅おすすめな週刊インナーケア、スキンケア、美容医療でした。伝えきった。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。撲滅しよう。半年から1年は続けてみてください。